今回はここ数年で私が使ってきた旅行バッグを振り返ってみたいと思います。以前の動画ではロンシャンのルプリアージュの S サイズやエルベシャプリエのショルダーバッグの紹介をしましたが、今日はその2つ以外のものをお見せしたいと思います。ハイブランドのバッグからファストファッションで買ったもの、そして海外から取り寄せた少しマニアックなブランドまでいろいろ試してきました。その時々でこれが正解かもしれないと思って選んできたバッグたちです。でも今回改めて振り返ってみて、自分でも気がついていなかったあることを発見しました。今日はそんな話も少しできればと思います。ぜひ最後までご覧ください。まずは何度も使っている使用頻度高めのバッグをご紹介します。一つ目がロンシャンのルプリアージュネオの L サイズです。実はこれが人生で初めて買ったロンシャンのバッグです。現在はルプリアージュエナジーにモデルチェンジしています。L サイズは13インチのコンピューターや A4 の書類が入ります。ネオは内側のポケットは1つでしたが、現在販売しているエナジーシリーズだと内ポケットが2つついています。そして手持ちも肩掛けもできる 2way です。もともと通勤用にと思って購入しましたが、肩掛けできるしチャックもついているから旅行にも使えるじゃんということで、たびたび旅行へ行く時も使っていました。寒い季節に韓国に行く時なんかはこの長めのストラップが分厚い上着の上からもかけやすいです。荷物がたくさん入って軽いのですが、正直 L サイズは旅行で街を歩くにはちょっと大きすぎる感もあります。またロンシャンあるあるのバッグの中で財布とかティッシュとか迷子になってすぐに取り出せない問題があり、子供を連れて旅行するようになってからはこの迷子問題が致命的になり、最近は使う頻度がちょっと減ってしまいました。次はキャンベレのスリングバッグです。キャンベレとはアメリカの旅行に特化したバッグを販売しているブランドです。リュックやボストンバッグ、あと小さなポーチやお財布まで展開していて、世界各国へ配送しています。旅行用ということで機能性があるのに、各商品のデザインや色味が女性らしいのが気に入って、これは2022年頃に購入しました。この少し緑がかった色はオリーブというカラーになります。ナイロン生地でストラップは太めで取り外しも可能です。ポケットは外側に2つ。中を開けるとバッグの内側は防水の生地になっていて、鍵などをつける用の紐がバッグの中についているのが便利です。現在の最新モデルはバッグの内側にもメッシュの仕切りがあるようです。背負ってみるとこんな感じになります。このブランドのバッグは洗濯機で洗えるというのも大きな特徴です。スリングバッグはリュックよりも荷物を取り出しやすいのに加えて体にフィットするので、一般的なショルダーバッグよりも肩の負担が少ないです。なのでスリングバッグはリュックとショルダーバッグのいいとこ取りだと思います。ただこのブランド弱点もありまして、 US ドルで販売しているので円安の今買うと割高感が半端ないです。さらに日本までの送料も数千円単位でかかってきます。ナイロンのバッグで数万円してしまうと、もう下手したらエルベとかのブランド品も買えてしまいますよね。デザインも気に入っているのですが、今買うのにはちょっと勇気がいるなと思います。次が無印良品のリュックです。肩の負担を軽くする撥水リュックサックという商品名です。リュックは普段は好んで扱わず、パソコンを入れる時とか荷物が多い時とか必要に迫られて使っています。正直何の変哲もない普通のリュックなのですが、一応紹介しておきますと、手前に小物などを入れるポケットがあり、メインの方がこちらにパソコンを入れられる仕切りと、あとはリュックを背負ったままでも物が取り出せる隠しポケットがあります。このパソコンを入れる仕切りの一つ前のポケットにお財布などを入れて、横にあるチャックから取り出せるようになっています。もう買ってから5年ぐらい経ちますが、特に壊れることもなく結構丈夫です。でもなんだかこのリュックは普通すぎてテンションが上がらないんですよね。あとはパソコンを入れる仕切りはありますが、リュック全体の生地が薄めなので、飛行機で移動する時とかなんかはちょっと心もとないです。次はハイブランドの旅行に使っていたバッグの紹介です。
セリーヌのサングルスモールサイズです。旅行にハイブランドと疑問を持たれた方が今いらっしゃるかもしれませんが、旅行中もおしゃれして過ごしたくってこのバッグを持っていたことがあります。サングルは開け口にチャックもついていないので、本来は旅行カバンの候補には入らなさそうなんですけど、実はストラップが短めで、スリングバッグのように上半身に結構密着した感じで持てるので、最低限の防犯はできます。あとはペットボトルを縦に入れられるサイズ感もちょうどいいです。そして何よりこの小さなロゴ以外は無地なので、一目ではブランド品とわからないけどシックな雰囲気でどんな服装にも合うということで、セリーヌのサングルは旅行にも持っていけるバッグだと思います。ただこちらもデメリットがありまして、貼った時のままの状態ですとストラップが短くって、私のような上半身に厚みがある人はちょうど結構パツンパツンになってしまいます。なので肩掛けにするときは、私はこのように自分で買った金具で長さを延長しています。ここからは結局あんまり使わなかった、そして正直今後また買うことはないかなというバッグを紹介します。まずはレスポートサックのショルダーバッグです。レスポのショルダーバッグは旅行の定番ですが、私は結局あんまり使いませんでした。理由は明確でして、レスポートサックはポケットがたくさんついているのが特徴ですが、ポケットが多すぎて私は何をどこにしまったのかわからなくなって、逆に荷物が迷子になりました。また生地が薄めなのでチャックの開閉時に少し手こずります。あとはちょっと申し訳ないんですが、このデザインが実はあまり好みではないんです。このバッグは子供が1歳とか2歳ぐらいの時に購入したもので、もともとここにある動物の刺繍を子供と一緒に見て楽しみながら旅行できるかなとか妄想して選んだのですが、実際のところ子供はこの動物の刺繍に一切興味を示さなくって、そして私も本来は無地とかのシンプルなデザインの方が好みなので使わなくなってしまいました。次がマンゴーのショルダーバッグです。数年前にファストファッションブランドのマンゴーのオンラインショップで購入したショルダーバッグです。小さめサイズですが貴重品を入れるには十分だし、黒地にこのゴールドの金具のアクセントが可愛いなと思って買いました。でも実際に使ってみるとすごい落とし穴がありまして、このチャックがかなりギザギザしていて爪がすごい引っかかりやすいんです。下手したら手の皮膚も引っかいてしまいそうな粗い材質で、チャックを開けるたびに怪我しないかハラハラするので、一回旅行に持って行ってからはそれっきり使わなくなってしまいました。次がアーバンリビボのミニリュックです。アーバンリビボは中国発のファストファッションブランドで、私はタイのバンコクの店舗でこのリュックを購入しました。その旅行中肩こりがひどくって、そんな時にショッピングモールでこのリュックが最終セールみたいな感じで日本円にして2000円ぐらいで買えたので、その場で衝動買いしました。買った後から即使い始めて、アユタヤツアーなんかもこのリュックで行って、確かに肩こりは軽減されたのですが、とにかくリュックに慣れていない私は財布とかリップとかこうやっていちいち取り出すのが面倒でしょうがなくって、結局このタイ旅行の後は出番がなくなってしまいました。以上が今回の旅行バッグの紹介になります。こうして振り返ってみて、私がバッグ選びで無意識に重視しているあることに気がつきました。それは使いやすさだけではなくて、持っていて自分の気分も上がることです。機能性とおしゃれ、どちらかを我慢するのではなくて、できれば両方欲しいです。ただライフイベントや行き先によって必要な条件はやっぱり変わります。子供と一緒なのか、一人旅なのか、国内旅行なのか、海外旅行なのか、その時その時で持っていくバッグは変わるけど、誰とどこに行くにしてもその時持っていくバッグは私にとって相棒のような存在です。まだ完全な正解にはたどり着いていないので、私のバッグ探しの旅はこれからも続きます。もしよろしければ、皆さんが旅行で使ってよかったバッグや、逆にこれは失敗だったなというバッグもぜひコメント欄で教えてください。今日もご視聴ありがとうございました。まったねー。